カトマンズトリムワン大学のビソバサキャンパス。ここで学び始めて早2年、4学期目の終わりが見えてきたある日のことです。担任のサビタ先生から告げられたのは、東ネパールへの遠足の案内でした。学生みんなでバスに乗り、美しい村での国際交流、そして穏やかなハイキング、夜は歌って踊ってキャンプファイヤー、しかも費用は無料。還暦を目前に控えた私は、その甘い響きに誘われるまま2つ返事で参加を決めました。しかし出発の1週間前に届いたスケジュールを見て、私は己の楽観を呪うことになります。そこに記されていたのは、朝5時出発、歩き通しの毎日。ハイキングなどという生優しいものではなく、本格的なトレッキングそのものでした。無理だ、山登りなんかしたこともない男に無謀すぎる。困難する私を突き動かしたのは、雨季の前まで微笑むエベレスト、マカル、ローチェなどの8000メートル級の巨峰たちに出会えるという一文でした。人生最初で最後かもしれない大勝負。私は一大決心とともに未知なるムンドゥムトレイルへと足を踏み入れることにしました。ビクラム暦のネパールでは、この日は2082年の12番目の月の最後の日。日本でいうところの大晦日なんです。ネパール特有のマイペースな時間は、朝5時半の集合場所からすでに始まっていました。出発が遅れること1時間以上。バスに乗り込んだのは日本、中国、韓国、トルコ、オーストラリアなどビソバスキャンパスの学生14名と文化人たちの混成チームでした。学生たちだけの遠足だと思っていたんですけど、説明を聞いてみると、単なる学生旅行ではなく、ネパール、インド、ブータンの著名な作家、文化人、クリエイターたちが参加するプロジェクトだったらしいんです。悪路は覚悟していたんですが、この状況での長距離移動は結構しんどいです。出発から3時間、最初の休憩は朝食も兼ねます。私はタルカリと卵で軽めの朝食。ネパールの田舎に行けばよく見る光景。ヤギもバスの上で長距離移動。屋根の上に比べればまだ座ってのバス移動はマシです。ポカラに行くときとはまた違った風景を楽しみながらのバス旅。出発から6時間、昼食休憩。シンプルなダルバート。半分以上がネパール人なのに、手で食べているのは私ともう一人の日本人、クラスメートのゆうきくんの2人だけ。久しぶりに食べたダルバート、美味しかったです。悪路に揺られ、ダルバートに舌鼓を打ちながら進むこと10時間以上。宿泊地ボジュブールに着いた時はどっぷり日は暮れていました。私たちが泊まる宿は思った以上に大きなところでした。宿からの歓迎セレモニー、ありがたいですよね。でもこの後食事が出てくるまでここで2時間待機。先に部屋に荷物を置かせてもらって、それから再集合の方が効率はいいんですけどね。ようやく夕食。到着して約2時間よ、2時間後に飯が出てくるっていう、ビールは飲ませてもらってるからいいですけど、
今夜の10時です。やっとご飯が出てきました。でも今日2度目のダルバートはしんどいな。食事も終わり、ようやく部屋でくつろげるかなと思いきや、ここで問題が。部屋が足りなかったんです。急遽廊下の荷物置き場にマットを引いてもらい、簡易ベッドの完成。Kami? Yo? Ya ha? Iya, video warna itu. Yo, Hami kota? Oh, Oke oke, nama lo धन्यवाद. Dami Kota. Aja, Dami kota. Oke. Aja, धन्यवाद. 外でないだけまだマシです。長かった1日目が終了。 朝5時、スケジュール上では出発予定時間だったんですけど、誰も起きてきません。やっぱりここでもネパーリータイム。朝8時を過ぎてようやく人が集まってきました。温かいチアをいただき行動開始。この日の予定はトレーニングを兼ねた山登り。バスで登山口に向かいます。今朝合流した参加者たちもいるようで、結構な大人数になりました。そしてここが登山口。スケジュール上では上りが3時間、下りが2時間とのこと。何が楽しいんかいな、トレッキング。まだ始まったばっかりだよ。鳥のさえずりが聞こえ、柔らかい日差しが差し込み、気持ちのいい朝に見えますが、ずっと上りです。こちらの3人がみそばさキャンパスの先生方。この方々が登れるなら私も登れそうな気がします。Thank you, धन्यवाद. Oke, Zong. これ終わりがない山道。これトレーニングですからね。マジわからんわ。トレッキング好きな人の気持ちが。立ち止まってはシャッターを切り、仲間とたわいもない言葉を交わす。その短い休息だけが急勾配に悲鳴を上げる足を一瞬だけ忘れさせてくれました。これでヒマラヤでも見えたら少しはテンション上がるんですけど、全く山は見えません。Hello. Namaste. Pakai kocha. Tapai har mau banda धेरै zaman छ. राम्रो छ. राम्रो? राम्रो छ. ठिक छ. तपाईहरु धेरै बोल्यो. बढियो छैन. बुढो मान्छे त्यसरी धेरै गर्छ. How say hungry? Hungry भोक लाग्यो. Hungry भोक लाग्यो. भोक लाग्यो. तपाईं हजुरको नाम मेरो नाम हारादा. तपाईको नाम? हारादा जी. Cynthia. Cynthia. Okay. 歩き始めて1時間半、頂上へ到着。スケジュール上では3時間だったのに、割と早く着いたのは嬉しい誤算。
きっとスケジュールは我々の体力も考えて緩めに作ってくれてるんだろうなと勝手に思ってました。看一下啊。OK 啊，看一下。OK， 来。1、2、3。一点点离地。你还不说给他拍那个吗？拍那个实况的。1、2、3、OK。若者はみんな元気です。先生方も頂上に到着。Gramatica. Namaste. Ahí fue yo. Aipugyo, finally. Okay. Ramai lucha. Dame rota. 안녕. 안녕. Привет. 你好。 Привет. Osaka. 你好，你好，你好，你好。山頂にポツンと小さな建物を見つけました。なんだろうと思って覗いてみたら、なんとヒンドゥーのお寺。こんな高い場所にまでお祈りの場所があるなんて。ネパールの人たちの暮らしに根ざした信仰の深さには本当に頭が下がります。他のみんなより早く下山できたのが運の尽きでした。あと3キロ40分だよということを信じて、後続部隊よりも先に宿に向けて歩き出したものの、1時間半経ってもゴールは見えません。いやいや、踊ってる場合じゃないって。ネパール流のあと少しに翻弄され絶望しかけたその時、土ぼこりの向こうに後続部隊を乗せたトラックが姿を現しました。こいつらが神様に見えた。神が降りてきた。おお、ありがとう。さっきお祈りしててよかった。10 kilo China。いやいや、デレデレだ。車に拾ってもらってから15分、優に10キロ以上はありました。ちょっと俺本当何結局あれか、バスは来なかったからみんな分乗して帰ってきたんだ。ようやくご飯にたどり着きました。昼食も当然ダルバート。この度すでに3回目。ダルバート嫌いじゃないんですけど、私は1週間に1回ぐらいでいいかな。帰り道、広場でお祭りが行われているので寄ってみることに。忘れていたけど、この日はネパールの新年、つまりお正月でした。人が足で漕いでる。すげえな、あれ。人力観覧車、初めて見ました。ステージから流れる新年を祝う歌声が会場全体を包み込んでいました。老若男女、みんなが笑顔でネパールの新しい年の始まりを心から喜び合っています。屋台からは香ばしいスパイスの香りとお祭りに欠かせないロキシー。改めて見ると美味しそう。でも疲れ切った私の体にはもうその元気は残っていませんでした。神聖な新年の空気に満たされた会場。みんなくつろぎモードでこの喜びの余韻を惜しむように、帰る気配は全くありませんでした。どんよりとした雲が雨を予感させ、正直早く帰ろうよと思っていました。しかし先生たちが一向に帰る気配を見せなかったのは、ちゃんとした理由があったからです。Stephen G, Australia.
Please, Stephen G, come on the stage. Irkhan Ji, Turkey. ステージで始まったのは今回のプロジェクトの核心ともいえる地元の方々への紹介セレモニーでした。 मेरा नाम यांजीना हो, ताराको देसा रुसकी हूँ, नेपाली भाषा सीख देछु, बिस्तारै बोल्न जान्दैछु। सुजित जी, कोरियाबाट, पासाङ जी, सेन्थिना जी, सिन्थिया जी, एलाइजा जी, हिना जी, हारदा जी, युकी जी, रिमा जी。世界各国から集まった私たちが今まさにネパールの言葉や文化を学んでいるということ、それを地域の人々に知ってもらうための大切な場だったのです。この地元の人たちとの心の距離がぐっと縮まる温かなひとときのために、私たちはあの寒空の下で待たされていたのでした。セレモニーの締めくくりは国籍も年齢も関係ないダンスタイム。いろんな国の学生が地元の人たちの輪に加わり、手を取り合って笑い、ステップを踏む。そんな穏やかでけれども幸せに満ちた国際交流のひとときでした。スケジュールに書いてあった国際クリエイター会議の公式プログラム。その正体はこうして地域の人々と深くつながるための素敵なサプライズだったわけです。ここから宿まで歩いて1時間半。この日はよく歩きました。ちなみに宿に着いた後の食事は当然またアルバート。今日は部屋が用意されてるかなとかすかな望みも、昨日と同じダミーの部屋で就寝。翌日、当然朝の5時には誰も目覚めていませんでした。朝7時過ぎにぞろぞろと人が集まり立ち、出発の準備。朝食は豆のスープにじゃがいも、ゆで卵。ダルバート地獄から解放です。当初4日間のトレイルの予定でしたが、3日間に短縮されたようでした。初日はチャケワ・バニジャンを出発してドードレまで7時間のトレッキングです。今日もバスに乗って登山口まで行くのかなと思いきや、宿の裏から出てそのままトレッキング開始。まだ心の準備できてないんですけどね。当然ながら荷物は全部持ってのトレッキング。スケジュール上では7時間のトレッキングとなっていたのですが、昨日の例から考えたら6時間ぐらいで着くのかなと思っていました。ジャパニーズマンで高いな今日。歩き出して45分、最初の休憩。スティーブン・ティクチャー。こちらオーストラリア人のスティーブン。体力ありすぎ。撮影スタッフの三脚も担いで登ります。ボスノスボスノス。いくら休憩といえども、ここでがっつり休まれるともうトレッキングというよりもピクニック。今回はプロの撮影スタッフが記録映像も作成するようで、ドローンも飛ばしていました。スティーブンラムロツァお体力自慢のスティーブン、三脚だけではなく女の子の荷物も持ってあげています。お昼近くになるとご覧の天気。雲が出始めてヒマラヤどころの騒ぎではありません。こちらは中国韓国組、いつも一緒に行動していました。
ところどころでの休憩、思ったほどはきつくありません。ルート上にトイレ発見と思いきや、ただの休憩所。このルート、トイレがほとんどなかったんですよね。おはよう。道中、他のグループとも遭遇。キラッジュースと言っていたのは、この年のロキシー。Energy drink. Ik doe hem wat cha. Nice boys. 当然、私もいただきます。 Thank you. Dhanyawad. Cheers. Cheers, my bro. Cheers. Thank you. Dhanyawad. 아재 짜요. No, you got one more? Sergio finish. Kärgarnos. Dhanyawad. Thank you. Dhanyawad. Svayatra. Dhanyawad. ラムロさんがざます。とりあえずロキシーなんだから元気になったわ。ここで日本人のゆうきくんが動きました。フィリピンから参加したエライザさんの荷物をさらりと肩に担ぎ上げます。できちゃう。もうとる。地元愛媛の四国遍路88カ所を歩き抜いたという彼にとっては、この程度の荷物は何ともないと思います。トレイルはここからが正念場です。この日の高低差は600メートル。後半に差し掛かるにつれ、容赦のない急勾配が立ちはだかります。一歩進むごとに薄くなっていく空気、そして確実に膝を削っていく坂道。穏やかだったハイキングはいつしか自分への戦いへとその表情を変えていきました。Okay. 歩き始めて6時間、みんなの顔からは余裕が完全に消え去っていました。Okay. Where's my Sambiki tea? Let's go. Joe. でもトルコ人余裕があります。お、パニポルよ。歩き始めて7時間、とうとう雨が降り始めました。牛も避難します。近くに東屋発見、一時避難。すぐに止むと思っていたんですけど、雨は土砂降りに。幸運にも東屋の隣には牛を放牧するための小屋があり、そこで冷え切った体を温めさせてもらうことに。すげえことになったわ。私が予想していたキャンプファイヤーとは全く違う形での火を囲むシーンを体験。小1時間後、雨も小康状態となり再び出発。小屋でスタッフに聞いたところ、ここから宿泊地までは30分ぐらいとのこと。ネパール人の30分って信じちゃいけないとは思っているんですけど、ここは信じたい。1時間半後、霧の中から突然村が現れました。何はともあれ一安心と思いきや、ここから15分とのこと。まだ到着ではなかったんです。ヨータウンバッタイな。ヨータウンバッタイな。知った？グラマティクチャ？オッケーオッケー。村を抜けてまた果てしない霧の中へ。まさかここじゃないよね。おう。
あと15分と言われてから1時間半後、霧の中に忽然と民家が現れました。出発してから10時間、ようやく今日の目的地ロードレに到着しました。Ay, Pugyo. Sakyo. Sakyo. 体が冷え切ったから温かいチアを飲もうと言われ、宿に行く前に休憩と思いきや、そこには先に着いた仲間たちが座っていました。この後試練はまだまだ続くんですが、尺も長くなってきたので前編はここまで。次回はみそばさキャンパスの遠足後編をお伝えします。